はようございます、こんにちは、こんばんは。気がつけばもう10月、年末も近づいてきました。新作情報も楽しみですが、もうレベル5作品のセールも来ないのだろうと思うとちょっと寂しさもありますね。最近は稲妻11シリーズに興味を持ったユーザーが、ハードが手に入らずに諦めるパターンも増えてきてます。直近がウィーカ 3DS だからな。3DS の備品なんて定価超える店の方が多い。しかし、新規層もじわじわ増えているので、せっかくなのでチーム紹介でも更新しておきます。クロノストーンのチーム、以前は妥協も多い構築でしたが大幅に改造しました。だいぶグレードアップしてるので、映像化して育成のコツ含めて投下します。ふってって刹那ブースト。戦国編は長かった。実派鍵キャラの中では結構優秀な神道タクト。いきなり新規参戦が来たぞ。演出を分かっているな。なぜ優秀かって、信長とのベストマッチが強いんです。不屈の精神3つ重ねができる珍しい組み合わせです。本能寺燃やされても天下は決して諦めない往生際の悪さを感じます。お前火縄銃で撃たれた方がいい。不屈のために最初に GP 調整が必要なため、ちょっと手間はある選手です。林の心得よりと一心の方が調整しやすいかもしれません。つまり、妥協してね。オリンポスハーモニー。ファイヤートルネード。他人に厳しく自分に甘い男。テクニックすら残してないんだぜ。それはお前のさじ加減だよな。吹雪とのベストマッチによりキックとスピード100継承の恵まれた選手です。技構成がふざけてるのももはやわざとです。シュートだけの構成にするべきか迷いました。秘伝書さえあればファイアトルネード TC にしてたかもな。ブリタニアクロスを覚えてますが、相手の BF 抜けるとは思えないので、ブロック技の方が使い勝手はいいかもしれません。稲妻ブレイク。ファイヤートルネードダブルドライブ。ドラゴンブラスター。一流はいつの時代も一流らしい。あえてベストマッチは使わない方針です。修羅との道師でシードとザナークフレンドの夢の共演。次回作では肩を並べる四天王的なポジションになるからな。渾身不屈型なので、振動と同じで手間がかかります。おそらく1試合に使えるのは片方だけでしょう。高いキックからチェーン、無属性シュート、しびれと完備です。チェーンはそこまで強いゲームではないけど、属性変える役割くらいはあります。ドリブルはそこまででもないので、スプリントワープの過信は禁物です。ドラゴンブラスター。スプリントワープ。ゼロマグナム。エアバレット。お望みなら、新作情報も奪おうか。奪うまでもなく公式がやる気ないので大丈夫です。未来剥奪してどうぞ。小学生の頃から風林火山に憧れていた真田幸村、分裂してテニスでダブルスしてました。でもこっちはあえて合体して髪の色合わせます。ちなみにいないレにも真田はいます。1期のボスはやっぱり使いたくなるということで、ミッドフィルダー運用です。人風の補完にチェーンとシュートブロック。割とテンプレな中盤の運びキャラですね。エアバレット。ラウンドスパーク。ギガトンヘッド。10年前の老害競争も若返って参戦、みんな、魔人だそうぜ。当時はあまり主流じゃなかった魔人も、今や化身として広く認知されてます。レアな要素ではあるけど、ゲームだと全員つけられるしな。なお、クロノストーンでは化身としてではなく衣としてだけ使われる模様。超技と渾身が乗らないからな。仕方ない。とある事情でこのゲームはキーパーがキーパーとして使いづらいので、フォワードっぽい採用です。
ギガトンピロピオライドじゃなくて王の剣じゃないか。ヘッド超次元サッカーの王だぞ。あえて本気出さないモードだ。剣は反則だしな。ブラックアッシュ。教祖と守り神、どっちが強いか。おう、はっきりさせとこうじゃねえか。ちなみに今作に至ってはさすがに守り神です。最強技あるし、ベストマッチもあるし、キーパーの使いどころが難しい仕様も相まって、エンド自体が難しいね。シュウはストームゾーンを活かす方です。天魔とのベストのおかげでミッドフィルダー適性が高いです。でも素材側のスキルがアームドセーバーなのはなぜ、威力型の方が良くない？よりアームドを持続してドリブル無双できるようにです。どう見ても鍵キャラゆえの妥協です。ブラックアッシュ。分かってきたぞ、サッカーってのが。一応足が強いらしい。助けに助けられるゲーム始めました。いきなりディフェンダー陣の人選が心配になってくるけど、あまりこだわってない点です。シュートブロックしてキーパーのサポートできればいいやくらいの組み方してるので、そこまで性能を意識してないポジションですね。振動、戦国を意識した刹那ブーストはチェーン用です。GK がロングシュート打つこともあると思うんだ。この辺はキャラだけ選んで技構成がだいぶ雑だからな。戦国は長かったせいもあって、見せ場が多かったのが有利です。素材がおかつさんってことは、国利。それ以上はいけない。作中最強の有能監督を選手として採用ってそれ無能采配ってやつじゃ。指揮官をあえて前線に送って戦死させる戦争かな。どこの国とは言わんが。いろんな意味で年齢制限かかりそうだからやめろ。でも大半の日本人は飽きてる話題だから逆に大丈夫か。基本はシュートブロックメインの方です。デスロスの2丁拳銃が降りてくるモーションかっこいいけど使い道は。ヒナはバレット覚えさせてもよかったかもしれんけど、さすがにキック力がね。東吉郎と助け揃えてるチーム、他に作ってる人いないだろうな。ラストデスゾーン。もはやミスターラストデスゾーン、起動言うと。最強技の秘伝書がないから、ラストデスゾーン打とうとすると起動か5条になります。キャラ人気だと5条だけど、さすがに威力だと起動が上かな。あえてペンギン7がある意味があるのか。その答えは、ない。ラストデスゾーン以外なんでもいいからね、仕方ないね。無印では惨敗したラスボスから技を盗む。そして熊になってその技を利用する。今に必要はないが、実際この2人は属性入れ替えた方が幸せになれる。影山の作品、ゲームだと属性間違いがち。W 超技渾身でとにかく瞬発火力こそ正義です。ロングシュート放題にどうぞ。ラストデスゾーン。お前はフォワードなのか、ミッドフィルダーなのか。いいえ、ディフェンダーです。いつになってもブロック技を覚えない疾風ディフェンダー、自ら率先して覚える技がシュートだったりドリブルだったりします。サッカー初心者が授業や球技大会でとりあえずディフェンダーに配置されがちな風潮の皮肉になってますね。1期はともかく、3期とか国の代表選手だけどな。陸上部がサッカー部の助っ人行ったらそのままプロ選手になった件。やるスポーツ間違えてただろって突っ込まれるやつ。ちなみにカザーナドライブ目当ての採用です。やっぱりディフェンダーじゃないか。
なたのシュートにヘブンズタイム、どうも神です。神様コンビのザ・バース、新作で再現できるのでしょうか。さすがに実装されそうな気はするけど、結局属性には恵まれてません。ちなみに起動の紹介で属性入れ替えの件があったけど、カオスブレイクが一致なため、実はその理論が崩れてる気もします。それについて考察したことがある。動画は出してない。このゲーム、キーパーはミッドフィルダーがした方が強いので、こんな構成で採用してます。ロングシュートはチェーンが楽しい。リバースワールドは不一致だけどヘブンズタイム的な運用です。フォールも止められる。時間停止は1割しか本物がないらしいのでもっと比率増やせるように頑張ります。お前神に何させる気だ。ちなみに素材が林属性ですが、目の色が綺麗なのでイルフ採用です。キャッチ力求めるならもっといいのいると思います。結局、このゲームは最強技持ちが強いってわけよ。ストームゾーン目当てのオム採用です。秘伝書の都合でキャラランクとか考えるとなると、とりあえず最強技自力取得の戦士たちが上から並ぶことになりそうです。こんなところに大人アフロディもいます。ここはさすがに属性も考えた方がいいかもしれません。ちなみに素材としては風か山で選ぶのがおすすめです。この動画だと属性を全く気にしていませんが、大体は見た目重視の採用なのと、ステータスのバランスと仮想的考えた結果、妥協しても問題ないであろうラインを攻めて考えてるので、一応これでも考えた結果の構築です。オムの場合風ディフェンダー大体抜ければいいかなくらいだしな。抜いたらすぐ突する想定ならスピードもいらん。行くぜよクロシオンライダー。はい、奇襲界の強い味方、錦龍馬。坂本とのベストマッチで長婚ができたり、こいつアニメの描写も含めて恵まれてるな。実際、天魔より主人公してた時もあったし、なんとなく制作陣のお気に入り感はある。唯一かわいそうなのは、固有技として実装されたクロシオライドが、主人公の王の剣に同属性の性能で超えられたことだ。天魔にとっては属性不一致なのにね、相手山で実装するのなかなかだよね。とりあえず同期のオリンポスカーの偽物模倣してお茶を濁しましょう。ここでは妥協のつもりは全くないのだけど、鍵キャラだとこうなりがち。アニメではワンシーンしかない彼らも、ゲームでは強敵です。クリア後の敵が本当に強いゲームでした。クロノストーンしかり、ギャラクシーしかり。ドリブル力が売りのワズの彼をあえてフォワード運用、実配前は近藤のグレートマックスな俺を継承していました。妥協なしにすると超技と渾身詰め込むゲームになるのに、技はなぜか王の剣ないあたりに疑問が生まれる。こうして見ると全員に多様な技構成になってくるな。究極進化システムはよ。アニメはともかく、ゲームでもギャラクシーよりクロノストーン好きな人多い理由なぞ。スマートは痩せてるのではなく賢いの意味か。ナルシスト参戦。彼はなぜか弱い認定するのがクロートみたいな派閥がいる気がします。安心してください。強いですよ。ガンマにザナークミッチさせて無属性ストライカーとしての採用、確かにデメリットもあるんだけど。属性じゃんけん無視できて、高キックでベストマッチ、さらには超技も自然と継承できて山属性の素材。ちゃんと強いんですけどね。ドリブルやブロックを求めたり、ザナークが使えなくなる点が気になる人は多いのでしょう。お手軽かつ普通に強くて、無属性最強技あるだけで採用価値は高いです。ザナークが鍵ついてるのだけ注意なくらいです。アニメでは恵まれなかったおかげか、ザナークとのベストマッチもらえたのはオメガの中で一番の出世頭かもしれん。最強のキーパーがスタメンにならないことある。
近いキーパーをあえて最強にする名采配、相手も困惑するぞ。聖堂といえばもう言うことはないくらい有名ですね。キーパーに迷ってキャラにこだわりなかったらこの使い方すれば間違いないです。キーパー唯一の使い道はミッドフィルダーをコンバートしたキーパーの素材です。でも遠藤だけで事足りる世界です。そのうちキーパーの別の使い道動画とか欲しくない、強引に使う方法ならいくらでもあるけど。当チャンネルの動画を漁ってればヒントはいくらでもあるので、見てる方はわかるでしょう。プロトコルオメガの最高傑作、まさかのベンチメンバーにその完成形がいました。はい、いかがだったでしょうか。以前の動画とスキル構成が結構変わってましたね。ほとんど超技と渾身詰め込んだ方ですが、もうちょっと機動力意識した選手作らないの、と疑問に思った方は、以前投稿した女子統一チームを見てください。あっちの方がご期待に添える構成になってるかと思います。このチームはとにかく瞬発火力を求めた構成で、超技と渾身で一発を確実に取りに行きます。ただ、キーパーが硬いゲームなので、ちょっとはオーバーキルするくらいの気概を持とうと思い、不屈の精神型の選手を少々混ぜています。かなりの脳筋構築ですが、威力を出すためなら正しい手順を踏めてる選手が多いとは思うので、参考にどうぞ。もし各選手の個別の育成法、特殊な調整等のリクエストがありそうなら、それぞれ動画出すかもしれませんね。おすすめスキルの使い方、技の選び方、操作テクニック等の質問も増えてきました。ある程度は概要欄の URL を踏んでもらえばテキストベースで当時の記事出てくるので、それで各自理解してください。ご視聴ありがとうございました。